こんばんは。世界史の夜話をご視聴いただき、ありがとうございます。今宵、たどるのは、星空の下で祈りが生まれた土地の記憶。遠い昔、メソポタミアとエジプトの間で、人々は静かに空を見上げ、土に触れ、神を思い、言葉を刻みながら暮らしていました。そんな歴史の真ん中に生きた人々の静かな息遣いがあなたの夢の奥へそっと届きますように。もしこの動画を気に入っていただけましたら、グッドボタンやチャンネル登録で教えていただけますと嬉しく思います。夜の帳がゆっくりと大地を包み込み、砂の香りが混じる空気の中で、一つまた一つとかすかな明かりが灯り始めます。ここははるか昔のメソポタミア、ティグリス川とユーフラテス川の間に生まれた最初の都市の一つ、その名はウル。町は静かです。人々は一日の終わりに水がめを置き、いろりの火を弱め、家族で身を寄せ合うようにして夜を迎えています。壁は日干しレンガでできていて、少しざらついた手触りがありました。窓は小さく、風の音だけが通り抜けていきます。遠くに見える丘の上には、ひときわ高く積まれた建物が闇に溶けるように立っていました。それはジッグラと、神に近づくために天へと積み重ねられた階段状の神殿です。今はその足元で小さな火が揺れています。夜ごと神官が静かに灯す祈りの火です。神の名はナンナ。月の光を司り、夜を見守る存在。星々が瞬くこの地では、夜は決して終わりではなく、祈りと記憶の始まりとされていました。火のそばには若い神官の影が一つ。彼は声を出しません。ただ手を組み天を見上げています。この都市の民が今日も無事に生き、作物が実り、水が流れ、災いが遠ざかるように、その思いを音にせず、ただ心の内に置いたまま月の神に捧げるのです。ウルの夜は静かでした。時折犬の遠吠えが風に乗って響くくらいで、あとはすべてが眠っているよう。星はこぼれるように空に広がり、地上の人々の営みをそっと見つめています。そしてまたジッグラトの火が夜の中で小さく揺れます。それは世界の始まりをひそやかに語るような優しい明かりでした。かつて神と人の間にはっきりとした境界はありませんでした。神々は空の上にいるというよりも大地に近いところに宿り、人々の暮らしの中にそっと影を落としていました。この都市ウルの人々も神を恐れながらも親しみのようなものを抱いていたといいます。それは自然に抱かれながら生きるような感覚だったのかもしれません。雨の降る日には感謝を、川が氾濫すれば何かが起こっているのだと感じ、それでも太陽が昇ればまた耕し、また祈り生きていく。そのようにして長い月日が流れていきました。ウルはただの集落ではなく、やがて王をいただく都市となりました。町には市場ができ、土器や織物が行き交い、子供たちは川のそばで遊び、大人たちは日暮れとともに家へと戻っていきます。神殿のある丘のふもとでは、粘土板を手にした書記たちがくさび型文字を静かに刻んでいます。その筆記の音はとても小さく、風に紛れて消えるほど。けれどもそこに記された言葉は
いくつもの命の営みや神への捧げ物、そして季節の流れさえも丁寧に記録していたのです。人々は書かれたものを知恵と呼び、それが積み重なることで次の世代が道を迷わないようにと願いました。言葉が神への祈りだけではなく、時間の橋として使われていたのです。そして今宵もまたジックラトの上に火が揺れています。風が少し強くなってきたせいでしょうか。火は細く伸びたり、また縮んだりしながら夜の深まりに合わせて踊るようです。神官は目を閉じたまま祈りの姿勢を崩しません。音を立てず、動きもなく、ただそこにいるだけ。けれど、その静けさこそが、この町の人々にとって何よりも確かな神の気配だったのかもしれません。遠く、川の向こうでは何かの獣が鳴いています。夜の動物たちは神と人の間にいるとも言われていました。目に見えないものと見えるものの境界、それはこうして火の灯る都市の中にも確かに存在していたのです。やがて火はゆっくりと小さくなっていきます。神官は手をほどき、そっと立ち上がります。儀式が終わるとき、ウルの夜空には月が高く昇っていました。祭壇の石は冷たく、けれどその表面には何百年も前から人々の手が触れてきた跡がありました。祈りとは誰か一人のためのものではなく、名もない人々の心がそっと積み重ねてきたもの。そのことをこの都市は何も語らずに知っていたのです。そしてまた夜は静かに続いていきます。明日の光が来るまでの間に火は消え、風は止まり、人々は夢の中へと帰っていきました。夜はなお深まっていきます。街のざわめきはすでに遠く、今はただ静かな空気だけが残っています。ウルの空には月が高く昇っていました。柔らかな光を投げかけながら、天と地の間に緩やかな橋を架けているようです。丘の上に建てられた巨大な神殿ジックラト。それは人々が天の神へ近づこうとした古代の願いの形です。粘土で積まれた大地の段は天へと続く階段のように見えます。その最上部には神の部屋があると信じられていました。このジックラトに祀られているのはナンナという月の神です。夜の静寂と星の輝きを司る存在。人々は彼を夜の守り手とも呼びました。月はいつも空にいます。けれどその姿は夜ごとに変わり、時に満ち、時に欠け、また姿を隠します。その度に人々は空を見上げ、月がなぜ今夜は沈黙しているのか、なぜ姿を隠したのかと、想像を巡らせながら祈りを捧げてきました。ジックラトの石段は高く、登るには静かな覚悟がいります。神官たちは月の出に合わせてその階を登り、誰にも見られぬよう静かに祈りの間へと入っていきます。そこは狭く、飾りもほとんどありません。ただ一つ神の座が置かれており、その前には夜ごとの供物が整えられています。麦のパン、清らかな水、オリーブの実、そして香。香はゆっくりと燃え、淡い煙を天井へと昇らせていきます。その煙は神への手紙のように思われていました。文字にはできない祈りのすべてが煙の形となって夜空へと消えていく。人々はそう信じていたのです。
今夜ジックラトの上にいるのは年老いた祭司でした。彼は幼い頃からこの神殿で育ち、月の満ち欠けとともに数えきれない祈りを捧げてきた人です。その目にはもう神を問うような熱はありません。ただ深く静かに祈りが日々の一部となった人だけが持つ穏やかな光がありました。石の床に置かれた香炉からは細く長い煙が立ち上り、それがまるで神と人との間をつなぐ細い糸のように闇へと消えてゆきます。その香りは木の皮を砕いて練り込んだ甘く苦い匂いでした。とても控えめで、ほとんど鼻を近づけなければ気づかないほどのもの。けれどもそれがいいのだと祭司は知っていました。神は騒がしさを好まない。ほんのわずかな兆しの中に深い祈りを見つけるのだと。天井に近い小さな窓からは夜風がわずかに吹き込み、それが公園を震わせ、月明かりの中にさざ波のような影を生みます。その揺らめきに祭司は目を留めました。長い年月同じ儀式を繰り返し、毎晩同じように火を灯し、同じように祈りを重ねてきた中でも、このような影の形を見たのは初めてのことでした。それが何かの啓示だったのか、あるいはただの風のいたずらだったのか、それはもうどうでもよいことだったのかもしれません。大切なのはそこに祈りがあったこと。その空間に誰の声でもない思いが確かに息づいていたことでした。ジックラトのてっぺんにあるこの小さな祈りの間は、昼間は暑く、夜はとても冷えます。今夜も床石の冷たさがじわじわと足元から伝わってきます。けれども祭司はそれを苦にせず、ただ静かに月を見上げながら次の言葉を心に浮かべていました。我らの道が柔らかな光に照らされますように。水と種が争いなく満ちますように。そして何より眠る者の夢が安らかなものでありますように。それは古くからこの地で伝えられてきた最も優しい祈りの言葉。誰が最初に紡いだのかはもう誰も知らないけれど、人々は代々この言葉を唱えてきました。祈りを終えると祭司は火を一つずつ消してゆきました。強い風で一度に吹き消すのではなく、一つ一つに別れを告げるように手で囲い、ゆっくりとその明かりを落としていきます。最後の火が静かに消えると、部屋はまるで神と世界の境界を越えたような不思議な静けさに包まれました。ジックラトの外では夜がまだ続いていました。下界では眠る者、語らう者、目を閉じて夢を見始めた者、それぞれの営みが闇の中でそっと息づいています。祭司は階段をゆっくりと降りていきました。一つの足音も響かせずに、まるで風のように。天と地をつなぐこの石の段を、今日もまた月の光が照らしています。下へと降りていく途中、彼は立ち止まりました。ふと振り返ると、そこには何もありません。ただ夜空に浮かぶ月が変わらぬ光をこちらへ投げかけているだけ。その月は誰のものでもなく、誰のためでもなく、ただ空にあるというだけで祈りとなる存在でした。そしてまた歩き出します。街は眠っていました。誰もがそれぞれの夢の中に旅立っていたのです。ジックラトの火はもう消えていましたが、その光は人々の胸の中で
まだ優しく揺らいでいたのかもしれません。ナイルの川面には星が映っていました。風はほとんどなく、水面は鏡のように穏やかで、夜空に瞬く光たちがまるで水の中にも輝いているかのように揺れています。ここは古代エジプト。砂の大地と流れる水の間に生まれた一つの文明。乾いた世界に命をもたらしたこの川は、人々にとってただの水源ではありませんでした。ナイルは神の贈り物。その年にどれほど水が増え、どのように土地を潤すかによって、人々の暮らしは大きく左右されました。だからこそ、水は祈りの対象であり、そして感謝と恐れの心を向ける相手でもあったのです。この夜もナイルのほとりでは足の船が静かに浮かんでいます。漕ぐ音一つも立てず、風に任せてゆっくりと流れていくその船には、灯火が一つポツンと乗せられていました。それは亡き者の魂を導くための船。人が死んだ時、ナイルを渡る船に乗って西の地、死者の国へと旅立つと信じられていたのです。星明かりの下、その小さな火は川の揺らぎに合わせて優しく揺れています。風が吹くと船の足がかすかに鳴き、その音がどこか笛のようにも聞こえて、遠い昔の歌のように耳をくすぐります。岸辺には沈黙の建造物が並んでいます。それはピラミッド。人の手によって積み上げられたあまりにも静かな石の山。その形はまるで太陽の光を天へ届ける矢尻のよう。地上の王が死後も天に昇り、神と一つになるために建てられたとされます。ピラミッドの中には声もなく、動きもなく、ただ永遠の時間だけがゆっくりと降り積もっていました。夜の闇の中、ピラミッドは沈黙を守り続けています。その輪郭は月明かりに浮かび上がり、時折砂の風が吹くたび、石の隙間から音もなく、時代の気配がこぼれ落ちるようです。この場所で生きた人々は、ただ現世を生きるのではなく、来世での幸福のために日々を重ねていたといいます。祈り、備え、印、そして眠る。そのすべてが死のためではなく、死を超えた命のための営みでした。ピラミッドのふもとでは、石を切り出す音がかつて鳴り響いていたのでしょう。何千人もの職人たちが季節ごとに働き、石を積み、刻み、祈りながら築き上げた巨大な建造物。けれども、今この夜にその音はありません。残されているのは静けさと石に宿った時の記憶だけです。この国では死は終わりではありませんでした。死とは扉のようなもの。その向こうにはもう一つの世界、オシリスの支配する死者の国があると信じられていました。王はその世界で再び目を覚まし、生きた時と同じように神々と共に統治するのだと。だからこそ王の魂が旅立った後も体はミイラとして残され、棺の中には衣や装飾品、食べ物、楽器や小さな船まで現世で使っていたあらゆるものが丁寧に収められました。そして棺を囲むように書かれたのは死者の書。そこには魂が冥界を旅するための地図や神々への言葉、心臓が正しく軽いことを示す真理の羽との計量儀式などが書かれていました。夜空を見上げれば星が一層冴え渡っています。
エジプトの人々はそれぞれの星に名前を与え、そこに神や精霊たちが宿ると考えました。例えば、星の間から姿を現すシリウス。ナイルの増水を知らせるその光は、豊穣と希望の象徴でもありました。年に一度、その星が昇る夜、川が満ち、土地に潤いが訪れ、人々は種をまき、新しい季節の始まりを祝ったのです。ピラミッドのそばには、小さな祠のような神殿がいくつもありました。そこでは祭司たちが静かに儀式を行い、時に夜明けまで祈りを捧げることもありました。香を焚き、花を供え、水を汲み、神の名を心に唱える。それらの所作はとても小さく、静かで、けれどもどこまでも深く誠実なものでした。大地に眠るものと空を旅する星々。ナイルの流れとともに人々の祈りは絶えることなく、また次の夜へと受け継がれていったのです。この夜も船が一つ川を渡って行きます。小さな明かりを残しながら音もなく進むその姿は、まるでこの文明そのものが夢を見ているかのようにも見えます。そしてピラミッドは変わらずそこにあり続けます。語らず動かず、けれども静かな誓いのように砂の中から夜空を見つめて、その存在が語るのは時間を超えた人々の願い、永遠という名の優しい約束です。夜の砂漠に月の光が滑るように降りています。風は静かで、星の瞬きもどこか遠く眠たげです。大地の奥深く、その静けさのさらに向こうにある王の眠りがありました。ファラオ。それはこの地において神の血を引くものとされ、生きながらにして天の神々と語り合うもの。彼らは人々の上に立つだけの存在ではありませんでした。ナイルの恵みを司り、戦を鎮め、太陽のように大地を照らす永遠の守護者でもあったのです。けれど、その力も永遠ではありません。時が来れば、王は肉体を離れ、もう一つの世界へと旅立つことを運命づけられていました。それは終わりではなく、神々の国へのもう一つの即位でもありました。王は亡くなると慎重に清められ、魂が迷わぬよう特別な儀式が施されていきます。香油が継がれ、呪言が唱えられ、黄金の仮面がそっと顔に置かれると、ファラオはもう一つの目を開く、そう信じられていました。目の前にはオシリス神が治める死後の世界が広がっています。そこにはさまざまな試練と扉が待ち受け、王の魂はそれをくぐり抜けていかねばなりません。冥界の川を渡るとき、船を操るのは生前に仕えていた家臣たちの精霊。彼らは王の旅路を守るために死後も仕えるとされ、その姿をかたどった小さな像が副葬品として棺のそばに並べられていました。この旅において最も大切とされたのは心の重さ。王の魂は天秤の前に立たされ、マートの羽、マリと正義の象徴と比べられます。もし心が重ければ、王は永遠に眠ることが許されず、魂は奈落の獣に食われてしまう。けれど心が軽ければ、王は太陽神らと共に再び天を巡り、昼と夜の技まで静かに人々を見守るものとなるのです。棺の中、王は目を閉じています。けれどその夢の中では、船はもう漕ぎ出していたのかもしれません。
闇を抜け、試練を越え、光の岸辺へ。静かに、ただ静かに、その旅は始まるのです。王の棺の周りには、たくさんの絵と文字が刻まれていました。それは、死者の書と呼ばれるもの。神々の名、旅の道筋、試練を越える呪文、そして、魂を守る祈りの言葉が静かに並んでいます。その一つ一つは、まるで夜の星座のようでした。意味のすべてを知る者は少なかったけれど、その配置は見上げた星と同じく、見る者の心を穏やかに、そして遠くへと誘うものでした。王の魂は船に乗って冥界を旅します。その船はメセケト船と呼ばれ、夜の空を渡り、死の彼方へと向かう船。太陽が沈んだ後、また昇るように、魂もまた闇の中で再び光と出会うことを目指すのです。冥界にはたくさんの門と守護者が待っています。それぞれの門をくぐるには、神の名を言い、心を示さねばなりません。けれど、王にはそのすべてをくぐり抜けるための知識と祈りがありました。それは、生きていた時から日々繰り返されてきた準備の果てにあるもの。つまり、王は死んでなお、生の延長線上を歩んでいるということでもありました。やがて王は、魂の最も大きな試練にたどり着きます。それは、心臓の計量。マートの羽と王の心が天秤にかけられるのです。静かな儀式の中、王の心臓は置かれ、その重みが真実を語ります。もしも心が偽りや罪で重くなっていれば、冥界の怪物アメミットがそれを飲み込む。そう信じられていました。けれど、この王は心が軽く澄んでいました。それは正義の心であり、民のために尽くしてきた証でもありました。この試練を超えた魂は、冥界を離れ、神々のもとへ迎えられます。そこには、太陽神羅と共に昇る空の道があり、王は神々の一柱として永遠の存在となっていきます。地上ではまだ夜が続いています。けれど、墓の奥深く、金と青で彩られた天井の装飾には星が輝き、壁には王の旅の記憶が永遠に描かれています。祭司たちは静かにその墓所を閉じます。音もなく、砂と石に包まれたその空間は、これから数千年という時をただ静かに眠り続けることでしょう。けれどそこには王の夢が宿っています。それは遠くまどろむような光。誰にも触れられず、誰のものでもないけれど、その夢は確かにここに残されています。それを知っているのは、夜にそっと吹く風と川を渡る船と、そして星たちだけ。エジプトの王は神となり、夜を越えて時の向こうへ旅立っていきました。そして今も星の下で眠るその魂は、どこかでかすかに私たちの夢にも語りかけているのかもしれません。朝と夜の境が緩やかに混ざり合うひととき。太陽はまだ地平線の向こうにあり、けれど空はわずかに金のような光を帯び始めています。その淡い光の中で、一人の若い書記が目を覚まします。彼はエジプトの神殿に仕える者。日々の営みを記し、神々の言葉を写し、そして王や民の願いを形にする仕事を担っていました。足の茎を削った筆。手に握るその感触は、すでに彼の指に馴染んでいて、
紙として使われるパピルスの表面を静かになぞるように動いていきます。一文字、また一文字。文字はすべて絵のような形をしていました。鳥、川、目、足。それらはただの記号ではなく、一つ一つに意味と祈りが宿っているもの。書記たちにとって文字を書くという行為は単なる記録ではありませんでした。それは言葉を永遠にするという仕事。人の口から発せられた言葉はやがて風に溶けて消えてしまいます。けれどもそれを文字にすることで、その声は時を超え、まだ見ぬ誰かに届くようになるのです。だからこそ書記たちは慎重に、そして静かに筆を運びました。墨の色も乾きの具合も、書き始める時間すら神殿の方角や星の動きと調和するように選ばれていたといいます。パピルスの上を滑る筆の音はとても小さく、静かな部屋の中でまるで虫の羽音のように響いています。書記は決して急ぎません。むしろ書くという行為そのものが一つの儀式のように扱われていたのです。記されたのは王の法令、農夫たちの作付家、市場の記録、神殿の献納、そして民の願い事。そこには特別な歌や神話だけでなく、日々の中にある小さな本当も残されていました。そしてそのどれもが人の営みの記憶。それは火のように燃え上がるものではなく、灯火のように優しく絶えず照らすものでした。小さな文字が並ぶパピルスの巻物は、時に王の名をたたえ、時に神殿の献納を数え、そしてまたある時は、ある農夫が貸したロバのことまで律儀に記していました。大きな歴史も小さな暮らしも、そのどちらにも優劣はありませんでした。それらはすべて残すに値することとされ、一つ一つ丁寧に刻まれたのです。書記たちは知っていました。言葉は風のように過ぎてゆき、思い出はやがて夢の中に溶けてしまうことを。だからこそ足の筆を取り、その思いを形あるものに変えようとしたのでした。記すという行為はまるで祈りのようでもありました。一つの線、一滴の墨、指先の動き、すべてが静かに過ぎていく時間の中で、今という瞬間を永遠に止めようとする儀式のようでもあったのです。夜、神殿の奥にある書記室では誰も声を出しません。筆の音と灯火の揺れだけが部屋を満たしています。そこには重ねられた巻物がありました。何十年、何百年もの記録。それらはすべて手で書かれ、目で読まれ、そのうちのいくつかはまた別の誰かの手によって写され、さらにその先へと受け継がれていきました。書記という職は特別なものでした。読み書きができる者は少なく、その技術を持つ者は文字そのものと同じように貴重で神聖な存在とされていたのです。彼らは声なき語り手。姿を見せず時の中に溶けていくけれど、確かにそこにいたことを文字たちが今も伝えています。そしてその文字を読む者がいる限り、彼らの記した記憶は風にも流されず、砂にも埋もれず、柔らかく確かに生き続けるのです。時が経ち、文明が移ろっても、ある一片のパピルスが、ある粘土板の刻みが、過ぎ去った人々の心の声を今を生きる誰かにそっと伝える。ここに私たちはいたと。それは叫びではなく、
ささやきでした。それは命令ではなくお願いでした。たった一つの言葉が一つの時代を開き、また次の時代へと橋を架ける。そうして文字はただの線ではなく、記憶そのものとなって夜の深みに静かに寄り添うのです。初期は最後の一文字を書き終えると、墨のシミを拭い、巻物をゆっくりと巻き戻します。そしてそれを棚へ戻し、火を消す前にもう一度だけその日の記録を目でなぞりました。その眼差しには誇らしさもなく野心もありません。ただ記すことの重みと、それを誰かが読むであろう未来への静かな願いが宿っていました。そして部屋に灯る最後の明かりがそっと消されるとき、パピルスの記憶は夜と一つになって、そのまま夢の中へと静かに息を潜めていくのでした。一つ、また一つと夜の明かりが静かに消えていきます。土に祈りを刻んだ人々の記憶も、ナイルの水面に揺れた星の光も、今はすべて優しい夢の中へと溶けてゆく頃です。けれど物語はまだ終わりません。星を見上げたその先には、新たな問いと静かな声が聞こえてきます。次に訪れるのは、風がささやき、断りが芽生えたち、古代ギリシャ。そこでは影のさす庭で鉄人たちが語り合い、知らぬことを知るために思索の光を灯していきます。どうか今夜の夢が柔らかな問いかけとなって、あなたの心を照らしますように。おやすみなさい。また次の物語で来週お会いしましょう。